皆さん、こんにちは。陽介です。いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。さて、前回の動画で選挙の結果についてお話ししました。自民党が316議席を獲得して圧勝したという内容でした。見てくださった方、ありがとうございます。まだ見ていない方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日はその続きです。選挙に勝った。じゃあ次は何をするの？これが今日のテーマです。実は選挙の翌日に高市首相が記者会見を開きました。記者会見というのは首相がテレビカメラやメディアの前で自分の考えや方針を話す場のことです。方針というのはこれからこうしていきますという方向性のことですね。高市さんはこの記者会見でこれから何を目指すのかを語りました。具体的な数字やスケジュールを示しながら5つの大きなテーマについて話しています。今日はその5つのテーマをできるだけわかりやすく解説したいと思います。1つ目は経済政策、つまりお金の話。2つ目は安全保障、つまり国の守りの話。3つ目は外交、つまり他の国との付き合い方。4つ目は憲法改正。5つ目は政権の運営、つまりどうやって政治を進めていくかの話。この5つです。難しい言葉が出てきたらその都度説明しますので安心してくださいね。では始めましょう。まず1つ目、経済政策の話です。経済政策というのは国のお金に関するルールや計画のことです。高市さんはこれを本丸と言いました。本丸というのはお城の一番中心にある一番大事な場所のことです。つまりこれが一番大事な政策だと位置づけているんですね。高市さんが目指しているのは責任ある積極財政です。ちょっと難しい言葉ですよね。一つずつ説明します。まず、財政というのは国のお金の使い方のことです。国は税金などで集めたお金を道路を作ったり、学校を運営したり、医療に使ったりしています。このお金の管理全体のことを財政と言います。で、積極財政というのは国がお金をたくさん使って経済を元気にしようという考え方です。反対の言葉は緊縮財政です。緊縮というのは引き締めるという意味で、できるだけお金を使わないようにして節約しようという考え方ですね。では、家庭で例えてみましょう。例えば、家の屋根が壊れているとします。緊縮財政の考え方だと、今はお金がないから修理は後にしようとなります。でも、積極財政の考え方だと、屋根が壊れたまま放っておくともっとひどくなる。今のうちに直そうとなります。高市さんは、日本はずっと緊縮的な考え方が強すぎた。未来への投資が足りなかったと言っています。投資というのは将来のためにお金を使うことです。だから必要なお金はしっかり使って国を強くしようという方針なんです。責任あるという部分も大事です。ただお金を使いまくるのではなくて、きちんと計画を立てて責任を持って使うということですね。具体的に何が変わるのか、いくつかあります。まず、予算の作り方が変わります。予算というのは国が1年間に
どれくらいお金を使うかの計画です。今までの日本はちょっと変なやり方をしていました。最初に作る予算、これを当初予算と言いますが、これを少なめに作っておいて、足りない分を後から補正予算で追加するというパターンが続いていたんです。補正予算というのは、やっぱり足りなかったから追加でお金を使いますという予算のことです。毎年毎年、この補正予算が組まれることが前提になっていた。前提というのは、そうなることを最初から想定しているということです。高市さんはこれを決別すると言いました。決別というのは、きっぱりやめる、完全に別れるということです。必要な予算は最初から当初予算でしっかり入れる。後から追加する前提の予算作りはやめる。これが一つ目の変化です。スケジュールも示されています。令和8年度の予算を第一歩として、令和9年度の予算から本格的に取り組む。これを2年かけて完成させる大改革だと言っています。改革というのは、それまでのやり方を大きく変えることです。次に、消費税の話です。消費税というのは、物を買ったり、サービスを受けたりした時にかかる税金のことです。これは選挙の前から高市さんが公約として掲げていた内容です。公約というのは、選挙に勝ったらこれをやりますという約束のことですね。高市さんは、食料品に対する消費税率を2年間に限り0%にすると言っています。今、日本では食べ物や飲み物には8%の消費税がかかっています。軽減税率という制度で、他の商品の10%よりは低いんですが、それでも8%です。軽減税率というのは、生活に必要な食べ物などの税率を少し低くする制度のことです。これが0%になるということは、例えば今1080円払っている食品が1000円になるということです。選挙で圧勝したことで、この公約を実行する力を手に入れたわけですね。私も毎週スーパーでお買い物をしますが、やっぱり消費税って地味に大きいんですよね。特に家族が多いと食費は結構かかりますから。ただ、以前このチャンネルで日本の財政大丈夫という動画を出し、その中でも触れたんですが、消費税をゼロにすることに対しては反対の意見もあります。消費税をゼロにすると、みんなが物を買うようになって、物の値段が上がる。結局、物価が上がるから意味がないという意見です。これはもっともな意見だと思います。でも、高市さんの考えはこうです。消費税には逆進性という問題がある。逆進性。ちょっと難しい言葉ですね。逆は反対という意味。進は進むという意味です。普通、税金というのは、お金をたくさん持っている人がたくさん払う。つまり、収入に比例して負担が増えることが多いです。比例というのは、一方が増えるともう一方も同じように増えるという関係のことです。でも、消費税は逆なんです。収入が少ない人ほど負担が重くなる。これが逆進性です。例えば、月収20万円の人と月収100万円の人がいるとします。2人とも1ヶ月で10万円分の食べ物を買ったとすると、8000円の消費税を払います。
でも、月収20万円の人にとっての8000円と、月収100万円の人にとっての8000円では、生活への影響が全然違いますよね。月収の少ない人の方がずっと重く感じる。だから消費税は逆進性がある税金だと言われるんです。高市さんの最終的な目標は、給付付き税額控除という新しい制度を作ることです。給付付き税額控除。難しい名前ですよね。一つずつ分けて説明します。まず、税額控除というのは、払う税金を減らすことです。控除というのは、差し引く、引いてもらうという意味ですね。そして、給付付きというのは、税金を減らすだけじゃなくて、収入が少ない人にはお金を渡す。つまり、給付もするということです。給付というのは、国からお金を受け取ることです。つまり、収入が少ない人は税金が減るだけじゃなくて、さらにお金がもらえる。こういう仕組みです。ただ、この制度を作るには、システムの準備とか、いろいろな議論が必要です。だから、その制度ができるまでの2年間は、食べ物の消費税をゼロにして、国民の負担を軽くしようということなんです。高市さんは野党にも協力を呼びかけています。野党というのは政権を持っていない政党のことです。特に国民民主党ですね。国民会議というものを作って、財源やシステムについて議論して、夏前には中間的なまとめを出したいと言っています。財源というのは政策を実行するために必要なお金のことです。このお金はどこから持ってくるのという問題ですね。与党だけじゃなくて野党も一緒に考えましょうということです。与党というのは政権を持っている政党のことです。今は自民党と維新の会ですね。高市さんは緊縮財政で国力を衰退させてはいけないと言っています。衰退というのは弱くなること、力がなくなっていくことです。積極財政で国を強くする。これが高市さんの経済政策の基本的な考え方です。ちなみに圧勝の翌日、日経平均株価の上昇もあり、この積極財政への期待が大きいと言われています。日経平均株価というのは、日本の代表的な会社の株の値段を平均したもので、日本の経済の調子を表す数字です。選挙結果を受けて、日経平均は一時5万7000円台に迫りました。投資家の人たちは、高市政権は積極的にお金を使って経済を成長させるぞと期待しているんですね。はい。では、2つ目のテーマに行きましょう。安全保障とインテリジェンスの話です。安全保障というのは国をどうやって守るかということです。外国からの攻撃や脅威から国民の安全を守るための仕組み全体を指します。脅威というのは危険になる可能性があるもののことです。インテリジェンスというのは情報を集めて分析する能力のことです。分析というのは集めた情報を詳しく調べて意味を読み取ることですね。ここでは外国のスパイ活動に対抗したり、国にとって重要な情報を管理したりする力という意味で使われています。スパイというのは秘密の情報をこっそり盗む人のことです。高市さんは自らの国を自らの手で守ると言いました。自分の国は自分で守る。シンプルですけど、とても強い言葉ですね。
具体的に何をするのか。まず、国家情報局を作るそうです。国家情報局というのは、国全体の情報を集めて管理する組織です。アメリカには CIA がありますよね。CIA というのは中央情報局のことで、アメリカの国の安全を守るために情報を集める組織です。イギリスには MI6 があります。でも日本にはそういう中心的な情報機関がなかったんです。情報機関というのは情報を専門的に扱う組織のことです。もちろん警察とか公安とか情報を集める組織はあります。公安というのは国の安全を脅かす活動を監視する組織です。でもそれらをまとめて国全体として情報を管理する中心的な組織がなかった。これを作ろうということです。次に対日外国投資委員会を作ります。これは名前が長いですね。簡単に言うと、外国の会社や政府が日本の会社を買おうとするとき、それが安全保障の面で大丈夫かという審査をする組織です。審査というのは問題がないかチェックする、確認するということです。例えば、日本の重要な技術を持っている会社を外国の政府に近い会社が買おうとしたとします。もしその技術が軍事的に使われる可能性があったら、ちょっと問題ですよね。軍事的というのは軍隊や戦争に関係があるという意味です。そういうことをチェックする仕組みを作ろうということです。アメリカには CFIUS という似た組織がすでにあるそうです。CFIUS というのは外国からの投資を審査するアメリカの委員会です。日本もようやく同じような仕組みを作ろうとしているんですね。また、日本にはスパイを取り締まる法律、いわゆるスパイ防止法がないんです。取り締まるというのは法律に違反した人を捕まえたり罰したりすることです。これも高市さんは維新の会との連立の約束の中で作ることを目指しています。連立というのは複数の政党が一緒に政権を運営することでしたね。それから防衛戦略の見直しも大事なポイントです。防衛というのは国を守ること。戦略というのは目標を達成するための大きな計画のことです。皆さんも知っていると思いますが、2022年にロシアがウクライナに侵攻しました。侵攻というのは軍隊が他の国に攻め入ることです。この戦争から日本は多くのことを学びました。特にドローン、つまり無人機の重要性です。無人機というのは人が乗らずに遠くから操作して飛ばす飛行機のことです。ウクライナの戦争ではドローンがものすごく大きな役割を果たしているそうです。高市さんは2022年に作った防衛の戦略文書を前倒して改定すると言いました。戦略文書というのは国の防衛の方針を書いた文書です。前倒しというのは予定より早くやるということ。改定というのは内容を見直して新しくすることです。つまりドローンの活用とか長い戦争に備える力とかそういったものを急いで整備しようということですね。整備というのは必要なものを準備して整えることです。戦争は絶対に起きてほしくないですけどね。備えあれば憂いなし。大切なことです。世界の状況を見ると、日本の周りにもいろいろなリスクがあります。
リスクというのは危険や問題が起きる可能性のことです。自分の国は自分で守る。この言葉の重みが今特に大きくなっていると感じます。3つ目のテーマは外交です。外交というのは他の国との付き合い方、関係の作り方ですね。高市さんは日米同盟を基軸としています。日米同盟というのは日本とアメリカの間の安全保障に関する同盟関係のことです。同盟というのは何かあったら助け合いましょうという約束ですね。基軸というのは中心、一番大事な土台ということです。つまりアメリカとの関係が一番大事な外交関係だと位置づけているんですね。前にもお話ししましたが、高市さんとトランプ大統領は良い関係を築いています。総理大臣になってすぐに日米首脳会談をしました。首脳会談というのは国のリーダー同士が直接会って話し合うことです。今回の記者会見では来月にもアメリカを訪問してトランプ大統領と会談する予定だと話しました。日米同盟の確認だけじゃなくて経済安全保障についても幅広く協力を進めたいとのことです。経済安全保障というのは経済の面から国の安全を守ることです。例えば半導体のような重要部品を特定の国に頼りすぎないようにするといったことですね。次に中国との関係。高市さんは戦略的互恵関係を推進すると言いました。戦略的互恵関係。これも難しい言葉ですよね。まず、互恵というのはお互いに利益があるということです。戦略的というのは計画的に長期的な視点でということ。つまり、お互いに利益がある関係を計画的に作っていきましょうということです。中国とは経済的なつながりがとても深いんです。日本の多くの企業が中国で事業をしていますし、貿易の相手としてもとても大きい。貿易というのは国と国の間で物を売ったり買ったりすることです。でも同時に安全保障上の懸念もあります。以前の動画でも触れましたが、高市さんの台湾に関する発言で中国との関係は厳しくなっています。だから高市さんは建設的で安定的な関係を作ると言いつつ、懸念があることについては国益の観点から冷静に適切に対応するとも言っています。建設的というのは前向きで良い方向に進めようとすることです。国益というのは国にとっての利益のことですね。つまり友好的でいたいけど言うべきことはちゃんと言うということですね。まあこれは外交の基本的な姿勢だと思います。それから FOIP というものについても触れています。FOIP というのは Free and Open Indo-Pacific の略で、日本語では自由で開かれたインド太平洋と言います。これはインド洋から太平洋にかけての広い地域で自由な貿易やルールに基づいた秩序を守りましょうという考え方です。秩序というのはみんなが守るべきルールや決まりのことです。この構想はもともと日本が提唱したもので、今年で10年になるそうです。構想というのは大きな計画やアイディアのことです。提唱というのは新しい考えを提案することですね。高市さんはこれをさらに進化させてグローバルサウス、つまり新興国や
発展途上国との関係も強化したいと言っています。新興国というのは最近経済が急速に成長している国のことです。発展途上国というのはまだ経済的に発展の途中にある国のこと。連携というのは一緒に協力するということですね。4つ目のテーマ、憲法改正です。憲法というのは国の一番基本的なルールのことです。すべての法律の上にある一番大事な法律と言ってもいいですね。改正というのは内容を変えることです。これは日本にとって歴史的に大きなテーマです。まず基本的なことを説明しますね。日本の今の憲法は1947年に作られました。第二次世界大戦の後です。それから約80年間一度も変えられていません。世界中の多くの国では憲法は時代に合わせて何度か改正されているようです。でも日本の憲法は一度も変えられていないんです。特に議論になるのが第9条です。第9条には戦争をしない、戦力を持たないと書かれています。戦力というのは軍隊のような戦うための力のことです。でも現実には日本には自衛隊がありますよね。自衛隊というのは日本の防衛を担当する組織で約25万人の人がいて高い技術を持った組織です。自衛というのは自分を守ることです。戦力を持たないと憲法に書いてあるのに自衛隊がある。これは長い間自衛のための最小限の実力であって憲法が禁止している戦力ではないという解釈で運用されてきました。解釈というのは言葉の意味をどう理解するかということです。運用というのは実際にどう使うか、どう動かすかということですね。高市さんはこの矛盾を解消したいと考えています。矛盾というのは辻褄が合わないことです。憲法に自衛隊を正式に書き込む、つまり自衛隊の明記を目指しているんです。明記というのははっきり文章で書くことです。ただ、ここには課題もあります。戦力を持たないという部分を残したまま自衛隊を明記すると矛盾が残るんじゃないかという指摘があります。指摘というのは問題点を示すことですね。これは確かに難しい問題です。さて、今回の選挙結果でこの憲法改正が現実味を帯びてきました。現実味を帯びるというのは本当に実現するかもしれないと感じられるようになったということです。なぜかというと、憲法を改正するにはまず国会で提案する必要があります。この提案には衆議院と参議院それぞれで3分の2以上の賛成が必要です。衆議院と参議院というのは日本の国会を構成する2つの議会のことです。衆議院は465人、参議院は248人の議員がいます。今回の選挙で自民党だけで316議席、維新の会を合わせると352議席、衆議院の3分の2は310議席ですから大きく上回っています。つまり衆議院での提案は数の上では可能になったんです。もちろん参議院でも3分の2が必要ですし、その後に国民投票もあります。国民投票というのは国民一人一人が賛成か反対かを投票することです。つまり国会で提案しても
最終的には国民が決めるんですね。高市さんは少しでも早く国民投票が行われる環境を作っていくと言いました。日本語には鉄は熱いうちに打てということわざがあります。鉄というのは金属の鉄のことですね。鉄は熱い時は柔らかくて形を変えやすいので、冷めてしまう前に加工した方がいい。つまり、物事は勢いがあるうちにやった方がいいという意味です。今、高市政権には勢いがあります。支持率も高い。議席も圧倒的。だから今こそ憲法改正を進めるチャンスだと考えているんでしょうね。ただし、憲法を変えるというのはものすごく大きいことです。国の根本的なルールを変えるわけですから、慎重に、でも逃げずに議論を進めてほしいと思います。慎重にというのはよく考えて注意深く進めるということです。5つ目、最後のテーマです。政権の運営について、つまりどうやってこれらの政策を実行していくのかという話です。高市政権は日本維新の会と連立を組んでいます。連立というのは複数の政党が一緒に政権を運営することでしたね。前にお話ししましたが、以前は公明党と25年以上も連立を組んでいました。それが高市さんの時代に代わって維新の会と新しい連立になったんです。今回、高市さんは維新の会の議員を大臣にすること、つまり政府の中心メンバーに入ってもらうことも求めていくと言っています。これまで維新の会は大臣は出さないけど政策には協力するという立場でした。これをもっと深い関係にしていきたいということですね。さらに国民民主党に対しても協力を求めています。国民民主党は特に経済政策で高市さんと考え方が近い部分があります。減税とか年収の壁の問題とかですね。年収の壁というのは、ある金額以上働くと税金が増えてしまうため、それ以上働かないようにする人が多いという問題です。全部を一緒にやるわけじゃないけど、合意できるテーマは一緒にやりましょうということだと思います。さて、ここまで5つのテーマをお話ししてきましたが、もちろん課題もあります。課題というのは、これから解決しなければいけない問題のことです。一つは裏金問題です。これは以前から問題になっていた政治資金の不正処理のことです。政治資金というのは政治活動に使うお金のことです。不正処理というのはルールに違反したお金の扱いのことですね。高市さんはルールを守ることの徹底と厳正な対処を約束しました。徹底というのは最後までしっかりやること。厳正というのは厳しくきちんとすることです。そして当選した議員には国民のために全力で働いてもらいたいと言っています。もう一つの課題は保守層と外国人政策のバランスです。保守層というのは伝統や今の制度を守ることを大切にする人たちのことです。高市さんは保守派の政治家として人気があります。でも一部の保守層からは、高市政権は外国人の労働者をもっと入れようとしているという批判もあるんです。日本は少子高齢化で働く人が減っています。少子高齢化というのは子供が少なくなってお年寄りが増えていることです。経済界からはもっと外国人の労働者が必要だという声がある。経済界というのは企業や経営者の世界のことです。でも保守層の一部は
外国人が増えると治安が悪くなるんじゃないか、日本の文化や国柄が変わるんじゃないかと心配しています。治安というのは犯罪が少なく安全に暮らせるかどうかのことです。国柄というのはその国らしさ、その国の特徴や性格のことですね。このバランスをどう取るかは高市政権にとって大きな課題でしょう。さて、今日の内容をまとめましょう。高市首相は選挙翌日の記者会見で5つの大きなテーマについてお話ししました。高市さんは会見の最後にこれらの政策を未来への挑戦と表現しました。挑戦というのは難しいことに立ち向かうことです。そして決断し実行してまいりますと力強く宣言しました。宣言というのはみんなの前ではっきり約束することですね。日本語で有言実行という言葉があります。有言実行というのは自分が言ったことを必ず行動で実行するという意味です。反対の言葉は有言不実行、つまり言うだけで何もしないことですね。皆さんの国では選挙の後、リーダーはどんな約束をしますか？その約束はちゃんと守られていますか？もしよかったらコメント欄で教えてください。日本の政治は難しい言葉が多いですよね。でも政治は私たちの生活に直結しています。消費税のこと、安全保障のこと、外交のこと、少しずつでいいので一緒に学んでいきましょう。このチャンネルでは引き続き日本の政治の動きもわかりやすくお伝えしていきます。今日の動画が役に立ったらいいねボタンを押してください。チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases. Come one day, from hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke. Come with